こんにちは、豊橋豊です。今回は純正タイヤ、純正タービン縛りで、サーキットでタイムアタックしてみます。場所はオートランドつくで山です。速く走ることが目的ではなく、低コストで楽しい使用を目指しています。お金がかかるエンジン本体やタービンは純正のままで、触媒、タイヤ、ホイール、ショックアブソーバーなども純正です。S660 はミッドシップなので冷却が厳しく、サーキットを走る場合のネックは油温と吸気温です。吸気温が上がるとノックリタードが入り、ブーストを下げる制御になるのでパワーダウンします。ある程度連続ラップしても冷却が追いつき、低コストで楽しめる仕様なので紹介していきたいと思います。まずは柿本さんのマフラー。これは嫁が買ってくれました。ここと、ここは穴を開けて空気が通るようにしています。奥に見える青い棒はクスコのスタビライザーです。15,000円くらいでした。汎用オイルクーラーはサンドイッチブロックとホースのセットで16,000円くらいでした。右側のエアダクトからオイルクーラーまでこんな感じで風洞しています。紀ノ国のエアフィルターと、T レーシングさんのパイピングはセットで8万円。これが一番高かったです。インタークーラーは15,000円くらいでした。小技ですがスロットルボディへ冷却水がいかないように、ホースを U ターンして戻しています。リアタワーバーは河合製作所製で1万円くらい。奥に見えるモノコックバーも河合製作所で1万円くらいでした。このインタークーラーに向かうダクトの中に電動ファンを仕込んでいます。5,000円くらいでした。このスイッチがファンのオンオフで、隣のスイッチがウォータースプレー用です。ボンネットは純正ですが、穴を開けてラジエーターの熱気を抜いています。フロントの設置感が低いので、リップスポイラーとカナードで、タイヤハウスへの風の巻き込みを減らしています。性能とは関係ないですがミラーの下半分はラッピングです。リアフェンダーダクトはガゼルパンチさんのもので、エンジンルームに追加で風を入れています。派手すぎない見た目が気に入ってます。ここに汎用リップをつけて、エンジンルームに入る風を増やしています。下側のダクトは小石で傷つきやすいので、ここも汎用リップで保護しつつ風量を増やし、エアフィルターまでダクトで風洞しています。車両前方は下に見えるのが河合製作所さんのモノコックバーで1万円くらい、上に見える青い棒がクスコのスタビライザーで15,000円くらいです。フロントタワーバーも河合製作所で1万円くらいです。気休めですが純正のアース線と並列で青いアース線を追加しています。制御は HKS のフラッシュエディターがヤフオクで4万円くらいでした。それをスーパーオートバックス浜松さんで原車設定してもらい35,000円でした。夏場でしたが最高出力は90馬力出ていますので、冬場ならもう少し出ると思います。ショックアブソーバーは純正ですがスプリングは RSR の TI2000 で3万円くらいでした。バネレートは純正より 2,3 割硬くて、前後のスタビライザーの効果と合わせて程よくロール量が減りました。それでは嫁を横に乗せてタイムアタックしてみます。ベストラップは34秒020でした。2名乗車でノーマルタイヤ、ノーマルタービンでは、なかなかのタイムだと思うのですが、嫁は全くビビらず余裕の表情でした。次はタイヤを変えて嫁がビビるタイムを叩き出したいと思いますので、チャンネル登録お願いします。